永山事件と永山基準が問うたもの。事件の始まり、1968年、昭和43年、日本が高度経済成長の熱狂に包まれていた秋、突如として広域にわたる連続殺人事件が発生しました。これは後に、犯人の生い立ち、裁判、そして死刑制度の在り方、そのものを社会に問いかける、戦後史における特異な事件となります。事件の犯人は、当時19歳であった永山則夫。彼はわずか1ヶ月の間に、拳銃で4人の命を奪い、世間を震撼させました。闇をさまよった1ヶ月、連続射殺事件の発生。最初の事件は、1968年10月11日未明、東京の港区で起きました。午前0時50分ごろ、永山則夫は東京プリンスホテルのプールサイドの芝生で、警備員の中村幸喜、27歳、に至近距離から発砲。中村氏は約10時間後に病院で亡くなります。そのわずか3日後の10月14日未明、今度は京都市東山区の八坂神社境内で、野警員の勝見留次郎、69歳に向け、再び発砲。勝見氏もまた、数時間後に亡くなりました。警察庁の科学捜査の結果、2つの事件の弾丸はいずれもアメリカ製の22口径回転式拳銃から発射されたと断定されます。犯行現場の状況も類似していました。現場は閑静な場所で、犯行時間は深夜。そして、標的となったのは、いずれも警備員でした。警察庁はこれを、広域重要108号事件に指定し、全国で大規模な捜査が開始されます。当時の状況証拠から、犯人は在日米軍基地の関係者ではないかという推測が強く打ち出されました。しかし、犯人、永山則夫は、すでに青函連絡船で生まれ故郷である北海道の網走を目指していました。彼は故郷で自ら命を絶つつもりだった、と後のメモに記しています。北海道をさまよう中で、永山は心中をメモに残しています。最悪の罪を犯しても、残された日々を、せめて、満たされなかった金で生きると決めた。この時すでに、永山の中で、社会への定年と、破滅的な動機が固まっていたことがうかがえます。10月26日、事件は北海道の函館市郊外で起きます。路上のタクシー内で、運転手の斉藤哲彦氏、31歳に向けて発砲し、現金約9000円を強奪。斉藤氏は翌日死亡しました。さらに約10日後の11月5日未明、名古屋市港区の路上で、タクシー運転手の伊藤正明氏、22歳に向けて発砲し、現金約7420円と腕時計を強奪。伊藤氏も約5時間後に亡くなりました。こうして、永山は4人の尊い命を奪い、日本中を恐怖に陥れたのです。逮捕、そして壮絶な生い立ちの露呈。警察は、108号事件の犯人逮捕と第5の犯行を防ぐため、延べ8000人もの警官を動員し、都内のホテルや歓楽街で厳戒態勢を敷きました。タクシー運転手の間では、深夜の一人客の乗車拒否が相次ぎ、社会生活にも大きな影響を与えました。永山則夫はその後、東京、新宿でバーテンダー見習いや喫茶店のボーイとして働き始めます。しかし、1969年4月7日未明、遊ぶ金欲しさに入った事務所で、警備員の中谷氏と遭遇し、もみ合いの末、発砲、弾は中谷氏の右頬をかすめる。して逃走。この原宿事件の直後、青みがかったジャンパーとジーパン姿の不審な若い男としてパトロール中の警官に発見され、午前5時ごろ、渋谷区北参道で現行犯逮捕されました。胸元には、例のピストルが隠されていました。逮捕後の取り調べ、そして裁判の過程で、永山則夫の壮絶な生い立ちが明らかになります。1949年、北海道網走市の番外地という
極めて貧しい農家で8人兄弟の7番目の子として生まれました。父親はギャンブルで家財を食いつぶし、家族を捨てて蒸発。母親も生計を立てるために幼い長山ら4人の子供を網走に残し、実家へ帰ってしまいます。長山は5歳で列車を追いかけながら泣き叫んだといいます。その後、近所の通報で青森の母親のもとへ引き取られますが、貧しさからテレビもなく、唯一の楽しみは新聞配達でもらう映画のパス券で見る大脱走でした。中学校では貧しさからいじめられ、家でトリンチを繰り返し、最終的に出席日数不足で認定卒業となりました。15歳で金の卵として集団就職で上京しますが、極度の孤独と社会への不適応から職場でのトラブルと退職を繰り返します。特に戸籍謄本に網走予備戸村番外地と書かれていたことを知ったとき、当時の流行歌網走番外地と重ねて、自分は刑務所生まれだとバカにされると激しく苦悩したといいます。彼は貧困と家族からの遺棄という極限の環境によって社会への共感性や計画性が育まれず、衝動的で独断的な人格を形成していったのです。獄中の勉学と無知の涙。逮捕後、拘置所に収容された長山は、どうせ俺は死刑さと口にしつつ、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟やマルクスの資本論、カントなどの哲学書、思想書を貪るように読み始めます。そして生まれて初めて筆を取り、獄中生活で感じた社会への問い、自らの生い立ちをノートに書き綴ります。これが後に無知の涙というタイトルで出版され、当時の日本社会に衝撃を与え、ベストセラーとなりました。彼は印税をすべて被害者遺族に送り、せめてもの償いをしたいと願いました。裁判中の公判では、長山は自らの犯罪は貧乏がもたらした無知の結果だと主張します。俺のような男がこうしてここにいるのは何もかも貧乏だったからだ。俺はそのことが憎いからやったんだ。彼は貧困が人間から社会的感情を奪い、人と人との関係を破壊するというボンガーの著書の一節を英語で朗読し、法廷を驚愕させました。死刑判決と長山基準の誕生。1979年7月10日、東京地裁は4人もの善良な市民の命を奪った罪の重大性と犯行の冷酷さを理由に、検察側の求刑通り死刑判決を言い渡します。しかし、この判決に対し、国選弁護人は、行為の結果ばかりに目を奪われず、事件を生んだ背景にも目を向けてほしい、と控訴。1981年8月21日、東京高裁は一審判決を破棄し、無期懲役を言い渡すという異例の判断を下します。その理由として、長山が出生以来極めて劣悪な生育環境にあり、精神的な成熟度においては、18歳未満の少年と同視しうる状況にあったことが挙げられました。また、獄中での反省の様子や、印税を遺族に送っている点も考慮されました。これに対し、東京高検は、判例違反であるとして、最高裁判所へ上告。検察側からの死刑判決を求めた異例の上告でした。そして1983年7月8日、最高裁は高裁の無期懲役判決を破棄し、審理を差し戻す判決を下します。この時、最高裁が示したのが、死刑適用に関する歴史的な9つの基準です。これは一般に、長山基準と呼ばれ、その後の日本の死刑適用における重要な指針となりました。長山基準の主な要点。1、犯行の材質。2、動機。3、犯行の対応、特に殺害方法の執拗性、残虐性。4、結果の重大性、特に被害者の数。5、遺族の被害感情。6、
社会的影響。7、犯人の年齢。8、前科。9、犯行後の情状。この基準が示すように、被害者の数が特に重視されるようになり、永山事件は日本の司法の歴史に大きな転換点をもたらしたのです。獄中での葛藤と最後、差し戻し審でも、永山は、資本主義社会が貧乏なやつを作るから、俺はここにいるんだ、と叫び、死刑廃止論者である遠藤誠弁護士と共に戦います。彼は獄中から、キワシなどの小説を発表し、新日本文学賞を受賞するなど、作家としての評価も高まっていきました。しかし、1990年4月17日、最高裁は上告を棄却。永山則夫の死刑が確定しました。そして、死刑確定から7年後の1997年8月1日、永山則夫は東京拘置所で死刑を執行されました。48歳でした。永山は生前、印税をペルーの貧しい子供たちのために使ってほしいという遺言を残しており、後に永山子ども基金が設立されています。永山事件は一人の青年の凶行という側面だけでなく、当時の日本社会の光と影、そして何よりも人を殺した者は死をもって償うべきか、それとも再生の機会を与えるべきかという死刑制度の根源的な問いを司法と社会全体に突きつけた歴史的な事件として記憶され続けています。